皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日はチングの泣きどころ A ピラーの付け根のところのプラスチックを交換しようと思います。どんな状態かご覧いただきます。ここに大きな隙間があります。もともとはゴムが貼られてたのですけども、こちらのようにそのゴムが全部劣化して取れてしまってます。このままだと水がどんどん入っていくような状態なので、このプラスチックを交換します。Amazon で2200円で売ってます。単純に交換するだけでもいいんですが、多分白くなったり劣化してくると思うので、このプラスチックの部分をウレタン塗装で真っ黒のツヤありに塗装しようと思ってます。でそうするとこちらがツヤ消しでこちらがツヤありということでうまくいかないので、今日はこちらの塗装だけしますが、この先ではこちらの塗装、それに B ピラーも少し傷んでいるので両方塗装をしようと思っています。それにワイパーのゴムも切れてしまっているので、今回ワイパーのゴムも交換します。どのような仕上がりになるか楽しみにしてご覧いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ゴムの角が曲がってます。テープで反対側に曲げるようにします。ゴムの部分をマスキングします。で、その前に端部が上に丸まってしまっているので、これをボディと密着させるためには反対側に丸まっていた方がいいので、マスキングで修正します。シリコンオフで脱脂します。表面の凸凹を取るために薄付けのパテを塗ります。パテの乾燥を待つ間にワイパーのゴムを交換します。これはワンタッチで交換できます。パテが乾燥したのでどんどん研磨していきます。
表面をフラットにしたくって頑張って削った結果、削りすぎてしまいました。なのでもう一度パテ盛りをするために新しいパテを買ってきました。赤外線に当たると短時間で硬化するパテです。そのために施工は日陰で行う必要があります。使いやすいパテかどうかはわかりませんが、新しいパテにチャレンジしてみます。透明なのでちょっと見づらいです。気を取り直してガンガン削ります。はい、表面が滑らかになったので、これでパテ盛りは完成です。で、続いてサフプラを塗ります。で、その前にシリコンオフで脱脂します。拭いては乾かし、拭いては乾かしを繰り返して重ね塗りをします。パテ埋めがうまくいってない箇所が何箇所かあります。次は600番で水研ぎをして、その後もう一回サフプラを塗ります。で、これを重ねるとこの後もだいぶ消えるとは思うんですけども、やってみます。だいぶ平らになりました。次はこちらです。いい感じに平らになりました。もう一度サフプラを拭きます。サフェーサーが終わったので、旋盤で表面を整えました。整えるところが動画に撮れてないんですけども、もうこれで、サフェーサーまで終わりましたので、次は最終工程の塗装です。塗出量を調整しています。これぐらいでいいかと思って塗装したら失敗しました。塗料が玉になっています。その後、塗出量を調整しながら塗り重ねてみました。最初に玉みたいな状態で塗料が出てしまって、これは明らかに失敗です。何回か塗り重ねましたが、サメ肌になってしまっているので、ここはもう潔く諦めて一度塗装を落とします。目を覆いたくなるような状況です。気を取り直してサフプラまで終了しました。再塗装します。塗装と乾燥を5回ぐらい繰り返しました。黒色塗装が完了しました。少し乾燥させ、この上にクリアを吹きます。いつものことですが、野外で塗装しているので、ホコリがいっぱい乗っています。このままでもいいのですが、気になるので
研磨してホコリを取り除きます。塗装と磨きが完了しました。ボディに傷がつかないように養生テープを貼って古いコーナーパネルを取り除きます。内装剥がしを使用します。一つ目のリベットは簡単に外せました。こちらも簡単に外せました。3つとも拍子抜けするぐらい簡単に外せます。外したリベットが内側に落ちないように慎重に取り除きます。外側に落としました。リベットが一つ残ってます。これ慎重に外さないと中に落としてしまう可能性があるので慎重に外します。
はい、外せました。今からピラーを取り付けます。これが新しいリベットです。で、ネットにも書いてあったのですが、この古いリベットと比べると若干ですが直径が太くって入りづらいっていうふうに書いてあったので、今回もあえて古い方のリベットを使用しようと思います。で、取り付ける前によくリベットを見てみると矢印がついてます。で、どうもこれは上向きにつけるんだろうなと、ボディの方に。こちらのピラーの方も見てみると上から差し込むようになってます。で、普通こういうのを取り付けようとすると先にリベットを入れて取り付けると思ってたんですけども、これだと作業中にリベットを落としてしまう可能性があるんですよ。普通だとこう反対に開いてそうなものなのにわざわざ下向きにしてあるということは、どうもこのリベットを先にボディにくっつけて、でその後で上から差し込む、そういう方式のようなのでリベットは先に取り付けておきます。ただ3箇所同時に差し込むってめちゃくちゃ難しいんですよね。ですので1箇所だけ、一番上は先にリベットを取り付けます。で、落ちないようにここをテープで留めておきます。で、あとの2箇所はリベットを先につけて差し込む、その方法でいこうと思います。で、差し込む時にこのゴムを外しとけば楽にできるんでしょうけども、ゴムはつけたままやろうと思うので、滑りを良くするためにここにシリコンスプレーを拭いておきます。それでは作業に入ります。ラバープロテクタントでゴムの部分の養生を行っておきます。はい、完成しました。狙い通りツヤツヤになりました。こうなると当然隣もツヤツヤにしたいと思います。それと合わせてこの B ピラーですね、これ塗装が剥がれて傷んでいるので、この B ピラーとフロントガラスのこのピラー、これ2箇所同じようにツヤツヤにしたいと思います。ただそれよりも気になっているのが内装です。ヤフオクで買った車なのでクリーニングされていないのでめちゃくちゃ汚れてます。あと細かいところではシフトが鮮やかな赤なはずなのになんか手垢がついてしまってるし、小さいところいっぱいホコリが入ってるんです。一番気になってるのがこれ、買った時から足マットがついていないんです。で、これも早速入手して、とりあえず毎日目に触れる部分をきれいにしてチンクを楽しみたいと思っています。めちゃくちゃお気に入りの車なので
どんどん綺麗にしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して続きをご覧ください。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。